はいどうも、ソクロクです。今日はですね、BenQさんから提供していただきましたアイデアカム S1 Pro。こちらを紹介していきたいと思います。結構撮影してると、細かい部分まで撮影できないことが非常に多くて、アリエクとか Amazon とかで販売されている安い顕微鏡ですね。あれをね、買おうかなと思ってたところに、こちらのレビュー依頼がありまして、もうありがたやーっていうことで、今回はやらせていただきました。BenQさん、ありがとうございます。これはね、物を映すことに特化したウェブカメラになってます。で、もちろん、ウェブミーティングなんかでも使えるようなウェブカメラにはなっているんですけれども、どうやらね、その物を映すってことに特化しているみたいなんで、かなり自分の用途に合ってるんじゃないかなと思います。非常にね、ありがたいですね。で、これパッケージを見てみると、なんかソニーの CMOS センサーが入ってたりとか、で、この解像度ですね、なんかフル HD みたいなんだけど、なんか解像度的にはなんかちょっと高いですよね。3264の 2448p、30fps ってことで、カメラ性能も非常にね、十分だなって感じるような仕様になってるかなと思いますので、では早速ね、開けてみて中身を確認してみたいと思います。でん。でん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 。どうやって開けんだこれ。あ、ここか。こうだね。はい。では行きますよ。オープン。今回はBenQさんの提供でお送りいたします。中に入ってるのは、説明しようかな。クイックスタートガイド、エンスパイアっていうのかな。多分これ専用のアプリケーションですね。それと、ハッピー。はい、幸せです。ありがとう。あと、製品保証書。あと、説明書。こちらが入ってます。説明書はどうなんだろうね。あ、この辺なんか日本語で書いてんな。この装置は、なんちゃらなんちゃら。あ、一応だから日本語も書いてるような感じかもしれない。けど、まあ、あまり見ることはないかもしれないですね。よいしょ。お、早速来ましたね。あ、なんか線繋がってる。ちょっと待った。取れない。中身はこんな感じになっております。これがね、なんかどうやらリモコンみたいですね。で、今回は S1 Pro っていうのを紹介してるんですけど、このプロにだけね、このリモコンが付属されてると。あ、すげえ、なんかスムーズに回転する。あ、なんかちょっとテカテカしてるけど、これなんだろう。油？俺の油？俺の手の油か？あ、なんかでも、なんかベタベタしてる感じではないな。一応拭いとくか。なんか回転の仕方が面白いっすよね。あ、普通に回転してるだけか。なんだけど、なんか下とこの角度がついてるんで、面白く回転してるように感じる。で、きっとコントローラーに入れる単4の電池が2本。USB ドングルですね。これコントローラー用なのかな。あとこれがモニターにカメラを引っ掛けるためのブラケットになるかなと思います。カメラ用のネジ穴も切られてますんで、きっとこれ三脚なんかにも取り付けできるかなと思います。後でやってみましょう。これなんだ？あ、これ確かね、拡大するレンズですね。なんか15倍に拡大して接写できるようなレンズかなと思います。これが今回のメインですね。BenQのアイデアカム S1 本体になります。すごくね、軽いですね。要はこうやって手で持って被写体を映せるみたいな感じになってるそうですね。で、ここのね、縁の白いリングもどうやら光るみたいです。明るく照らしながら被写体を撮影することができるって感じですね。で、ライトのスイッチがここにあるのかな。で、USB のタイプ A ですね。こちらでパソコンの方に接続する感じになります。あとこれなんだろう。なんだろうね、これ。あ、これカバーかな。カバー？あ、カバーだ。なるほど。マグネットでくっつくカバーですね。ってことはさっきの15倍にするやつ、これもくっつくのかな？あ、くっつきますね。なるほど、なるほど。こんな感じで15倍で撮影することができるみたいです。これで入ってるものは以上になります。ではね、早速パソコンの方に接続して何か物を映してみようかなと思います。今専用のね、アプリをパソコンの方にインストールして、実際にモニターの方につけてみました。今自分を映してる状態ですね。ちょっと顔はきっとモザイクかけますけど、画質はね、結構いいですね。全然悪くないです。上下反転なんかもできますし、左右反転もできますと。はい。あ、なるほど。こういう風に距離を測ったり、角度を測ったりってことができるわけですね。やべえ、これ俺の頭のサイズバレるじゃん。で、画面内に文字を書くことも可能です。まあ、こんな感じとかね。後ろにブラインドがありますよとか。はい。ここまで椅子ですよとかね。はい。こんな感じで書くことも可能でございますと。で、色もいろいろ変えれますね。これ黄色、黒。はい。こんな感じで、もちろん消すこともできますと。今、動画を録画してますけれども、静止画の撮影もできるみたいですね。フォーカス。はい。今、オートフォーカスにしました。あ、今マニュアルだったからちょっと画質悪かったかもね。で、今やったオートフォーカスとかね、静止画とか録画とか、全部手元のこのリモコンで操作することも可能です。で、これをね、くるくるくるって回すと、ズームになったりとか、はい。
こんな感じで動くわけですね。すごいね。これはすごい。すごく画期的。物撮りには完璧かもしれない。ではね、次は物撮りということで、モニター上につけてるカメラを取り外してみようと思いますと。切ったね、机の上ですけど、この手元のこれをひねると、こうやってズームできたりするわけですね。すごいな、これ。ちょっとフォーカスがね、遅いかなっていうのはありますけど、でもなんか全然物撮りとしてはいい感じじゃないですかね。結構手ぶれしちゃうので、ちょっとフォーカス待ってあげれば、これライトなしです。これライトあり。これだったら暗いところも文字も読めますよね。そういえばこの15倍にしてくれるブラケット、なんて言うんだろう、レンズかな。これをちょっと装着してみます。これね、フィルムついてましたね。もう一回取り付けてみます。ストン。どうですかね。このネジの質感とか、これやばくないっすか？リモコンとか、なんか文字がどういう風に印字されてるのかっていうのがはっきりわかりますよね。これさらにアップしたらどうなんだろう。くる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 。おー、すごっ。あ、これマックスですね。これぐらいの解像度で映すことができます。うわ、すごっ。これちなみにデスクマットですね。脂肪加工してるような、ボコボコしてるっていうのがよくわかると思います。で、アップにすると、ちょっと解像度はボケるかなっていう感じですね。でもこれすごいな。でもちろんね、一眼レフなんかと比べちゃうと画質はちょっと良くないし、フォーカスのスピードもね、ちょっと遅いんですけどね。うん。でもこれだけ物撮りで使えるってことであれば、かなり有能じゃないかな。正面向けるとこの状態になるんですけど、下を向けると、これ上下逆になるんですね。今私がこっちにいて、手がここにある状態。なので、物をこうやって見せるときに、勝手に上下反転してくれるので、非常に見せやすい。なので、ウェブとかで、ちょっと見てよと。ちょっとここの部分の配線がわかんないんだよと。これ配線どっちにつなぐのとかね。あ、上の方だよ。あ、じゃあこっちだね。みたいなやりとりが、ウェブ上でできちゃうってことですね。これはね、非常にいいと思います。はい、次はね、三脚に設置した状態で撮影してみたいと思います。ということで、今2画面にしてね、三脚で映してますけれども、どうですかね？多分ね、こうやって見せるのであれば、三脚に設置した状態の方がブレないのでね、これアクションカメラとかではないので、手に持つより三脚に設置してこうやって見せてあげた方が、かなりスムーズに見えるんじゃないかなと思いますね。特にね、素材感とかそのあたりを説明しないのであれば、もう本当に接写しなくてもこのぐらいの感じでいいんじゃないかなと思います。で、これ例えばね、リモコンでちょっとアップにしてあげると、はい。一応ね、ここまではね、拡大することができます。なんか指のシワも見えるみたいなね。はい。ここにちょっとプツってあるとかね。ただ多分、この接写のレンズね、これつけて、くっつけてあげた方がきっと、はい。すごい鮮明に映るかなと思います。すごいよね、これね。3D プリンターで作ったジンベエザメなんですけど、もうなんか、ちゃんと層がわかるというか。なので、これプリンターで作ったもの、もうこういう風にどれぐらいの精度で出来上がってるかとか見せることもできるし、ハンダ付けがどうなってるかとかね、そういう時もこれ接写のレンズつけてあげて、ビタッと割とちゃんと見えるのかなと思いますと。で、この手元のね、やっぱりリモコンで操作できるっていうのもやっぱり大きいですね。録画のスタート停止もここでできますし、で、フリーズって言ってここを押すと画面がフリーズするんですよ。ポチッと押すと。はい。これ今動かしても、こっちで撮ってるカメラ動かないでしょ？このジンベエザメのここの部分にちょっとプツってなんか穴開いてますとかね。ここちょっとなんか白っぽくなってますとか。はい。ここ血管ですと。はい。こんな感じで。ここダメなんですよね。みたいな。はい。こんな説明も画面上で行うことが可能です。フリーズボタンもう一回プチッと押せば、はい。今現状の動きに戻ると。これすごいね。これは本当にすごいと思う。3D プリンターネタですけど、最近ね、この時計買ったんですよ。スマートウォッチですね。これを充電するための台を最近作りました。今ちょっと線繋がってないんで充電できないですけど、これパチンと。はい。これで充電できるっていう優れものになってます。これいいよね。これ最近ちょっとお気に入りでございます。で、せっかくなんでこれを映してみようと。で、今これ置くと枠外になっちゃってますよね。で、こういう時にこれ手で取って、はい。手で取って映してあげればいいわけですよね。ちょっとやっぱり手で持つとブレますけど、我慢するとピントが合うって感じなので、ちょっと我慢は必要ですね。ウェブカメラにしたらかなり優秀じゃないかな。全然これだったら、
ありだと思うんですけど、どうですかね。で、ちょっと下の木の質感見せてほしいんですけどって言うと、はい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 、ちょっと待ってね、つってこうやってやって、ポンと乗っければ、はい、こんな感じの木の質感ですと。で、ちょっと暗いんだけどって言われたら、これライトつければいいですね。はい。したら、見える見える見える。節あるね、みたいなね。この木の、なんだこれ。なんか、ちょっとなんかこれ、陰謀みたいなの生えてる。そんなのが、はい、バッチリ見えますよね。これ、木の節とかね。すごいね。これ、木の節の周り、これ、毛生えてんだ。なんか、ヒゲみたいの生えてますね。これ、プツプツプツっと。木もヒゲが生えるんですね。これ、はぐれヒゲみたいな。うわ、すごいね。うわ、こうやって見るとなんかすごくないですかこれ。めっちゃ綺麗。っていう感じで、かなり細かく見せることができるかなと思います。これなんか変です。この辺なんかガサガサしてます。ここなんかパックリ割れてます。とかね。こんな感じで画面を見せながらね、先方にも説明できるので、非常にいいかなと思います。はい。ということで、いろいろやってみました。でね、ちょっとね、一個ね、説明するの忘れてたんだけど、このライトのボタンあるじゃないですか。これ。こっちがライトで光るんですけど、はい。こっち何なのかというと、こっちを押すとね、フリーズします。バンって画面を止める機能ですね。はい。これ手元でもできます。これを押すとフリーズする。で、リモコンだとこの右下ですね。このフリーズボタンを押すと固まるっていう感じになります。で、ここがね、ランプついてまして、なんか各操作をしたらここ光るんですけど、これプチッと押したらほら、白く光るじゃないですか。はい。で、これがね、赤く光ったら電池交換してくださいねっていう風になるみたいです。そしたらパカッと裏面向けて、ここもね、なんとマグネットでついてるんですよ。これ外してもらって電池を入れ替えると。で、ここにパソコンに挿してますけど、USB ドングルですね。ここに収納することができますと。で、またこれを戻すと。はい。で、ここの仕組みなんですけど、ここはただ差し込んでるだけですね。ただこれだけ、本当に刺さってるだけ。で、この向きをちゃんと感知して、90度入れ替えたりっていうのを勝手にやってくれると。はい。そんな感じの仕組みでございます。だからこれ三脚で使った方が僕の場合は用途としてはいいかもしれないですね。ウェブ会議の回数そんなに多くないんで、まあその時はその時でね、これブラケットごとモニターにくっつければいいだけなんで、その方がいいかなと思ってます。はい。ということで、今日はね、このベンキューさんのアイデアカム S1 Pro 紹介させていただきました。で、この商品ね、いつも通り概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。結構こういう電子基板やる人とか結構いいかなと思ってます。結構使える。もうこれあれば顕微鏡いらないですね。僕はもうこれだけでいこうかなと思ってます。はい。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。